嘘だろ嘘だろ。何も泣くこたねえだろ。けどマジかよ。よういう並び立たず、うどんとカレーは相入れない定めなのさ。おいおいおい、学ばしてもらったよ。わかってる。おい奥安、もう考えるのはめんどくせえってさっき出て行ったぜ。今回間抜けなイメージになっているのは俺だけですか？今回の動画は奥安でペア戦、相方はリゾットだよ。勝てると思うならかかってきな。奥安はシーズン11で3度目の弱体化。前回は空間削りの消費量の増加と追撃可能回数の減少だったが、今度はとうとう射程が減少。現在の射程は近距離攻撃の射程が中間レベルの長さのポルナレフよりほんのわずかに短い。ただし空間削りのようなターゲットを指定するタイプのスキルは、スタンドオンで構えを取るとわずかに射程が伸びる仕様が前々からある。その場合の実質的な射程はポルナレフよりもわずかに長い。とはいえ逃げる相手を狙う際に体感でもあと一歩二歩足りない場面が増えたし、射程の長い相手を捉えるより前に攻撃されやすくなった。実装当初からかなりの弱体化を食らってしまった奥安ではあるけど、ペア戦適性の高さやガード持ちに対する強さ、火力が中間以下の相手に詰めた時の優位性など強みはまだまだ健在。奥安で攻める場合はこれまで以上に間合いの詰め方に慎重になることと、シールドを確保して体力に余裕を持った状態で臨むことを意識したい。さてプレイヤーの数も多く確保できたチップは1枚。しかし奥安リゾットコンビならこれでもアルティメット以外の要素は全て揃う。接近戦になるまで攻撃は相方に任せて私はシールドの確保を優先して殴り合いに備えよう。お、孤立しているミスタがいるぞ。他のプレイヤーが集まってくる前に相方と挟み撃ちを決めよう。てめえを削り取りたくてうずうずしてんだぜ。近づくのはやばい。間合いを取ってんじゃねえよ。スタンドオンで射程を伸ばしても射程ギリギリか。やはり射程の減少がきついけどなんとか捉えられた。これでアルティメット一発目が解放。しかしまだまだ残り人数は多い。さてシールドを集めて3分ほど攻撃をしのいだけど全然人数が減ってないな。この残り人数でいつまでも外をうろついてるとどこから狙われるかわからないし、なんとか有利ポジションを抑えたい。剣がくれるぞ。めんどくせえ。タコ殴りにしてやる。いってやおい。上はディアボロが抑えてるな。ミスタにも狙われているので一時退却をしたけど状況は変わらない。ミスタのロデオショットは耐久力が上がって2発殴らないと落とせないので、一方的に撃たれ続けたら厄介だ。ディアボロも最後まで残したくないしここは攻めるしかないな。俺はストロイクが綺麗なんだ。空間削りならディアボロのガードも無視して先手が撃てる。ノーダメージで先手が撃てたし攻撃を続けよう。当てたもん勝ちだぜ。パンカス能力。死ぬの覚悟でやってんだろうな。よしディアボロをダウン。ディアボロのペアはミスタか？いや待て他のペアまで集まってきた。アルティメットを使ってしまったので何としてもディアボロの蘇生阻止とチップを奪いたいところだが。死にてえのがてめえ！うっこらー！やめろ！上ギリギリで避けるつもりがディアボロにつまずいて爆破されてしまった。あんな真似をしなくてもディアボロを空間削りで引っ張って退避を優先するべきだったな。待てと言ってるんだ。決断は苦手なんだよ。私が爆破されてる間に相方が他のペアを倒してカバーまでしてくれた。ダメージはでかいがアルティメットの回数は補充できたしディアボロも倒せたし、苦しい状況下ではあるがまだチャンスはある。一旦下がって様子を見よう。こういう構成の時ほど落ち着いて行動しろ。二度も落ちてくんなよ。この虹ぐらい置くやつを。まだ歌教員が残ってた。なんとか耐えたが、ダメだ蘇生が間に合わん。くそ俺が蹴りをつけろ。真実はそれ一つだ。俺はバカだからよ。心の中に思ったことだけをする。一発の被弾も許されない状況だったが空間削りでゴリをして勝利。途中攻めに失敗してピンチとなったけど、ディアボロを倒していなかったらあの半径スプラッシュの後負けていたので大甘に見れば結果オーライか。しかしディアボロのダウンを奪った後は無理をせず被弾を抑え、体力を温存したまま相方と合流していればベストだったかな。こちらの失敗をカバーしてくれ最後の決め手になったチップを確保してくれた相方に感謝。
それでは次の対戦行ってみよう。全員タコ殴りにしてやら。今度の相方はジョウスケだよ。さて今度は後半戦に強い近距離特化の原作コンビ。しかし射程が弱体化されたとはいえ、空間削りのおかげで他の近距離ペアより多少長い距離はカバーできる。シールドもいち早く拾えたことだしプレイヤーと遭遇したらガンガン仕掛けていきたいところだ。行くぜこの野郎タコ殴りにしてやる。なんだてめえは。ポルナレフ相手ならスタンドオンで空間削りを使えばわずかに射程が上なのでがぜん奥安が有利。殴り合いになってもポルナレフの火力の低さではダメージ軽減のパッシブスキルを持っている奥安に競り勝つのは容易ではない。次の攻撃は逃れられるかよ。うわ寄ってきた。ドララすでにポルナレフは単独だったか。これで早くもアルティメット一発目を解放。しかし今回もプレイヤーが多いのでまだまだ安心できない。さてシールドも結構確保できたぞ。しかし周囲にはプレイヤーがゾロゾロいるな。奥安ジョウスケペアは終盤には強いが途中に不意打ちや射程外から狙われ続けるときつい。いかんロハン先生に見つかった。もうこの建物はダメだ。早く逃げないとやばい。うわ相方が逃げ遅れて大ダメージを受けてしまった。屋内で遠隔操作持ちに見つかったら即座に対応しないと取り返しのつかないことになる。外の射撃持ちがいてかなり危険だがここは私が注意を引いて相方が逃げる時間を稼ごう。てめえ俺たちに向かってスタンド出すなんざ死ぬの覚悟でやってんだろうなこりゃ。とりあえず道を渡る時間は稼げたが相方の体力がかなりヤバい。しかし体力回復アイテムくらいならまだ残っているぞ。何くそ。いやまだだ。相手は射撃持ちだし蘇生のチャンスはある。蘇生中アルティメットをぶっ放されないかだけ警戒だ。ジョウスケ早く逃げよう。よし立て直した。シールドは持ってかれてしまったが奥安はアルティメットでシールドを補充できるしまだ戦える。体力を削られたら削られたでジョウスケに直してもらえるので戦うとしても私が前線を張ろう。さてなんとか攻撃をしのぎ続けて後半戦。しかし依然としてロハン先生は残っているし一箇所に留まるのは危険だ。正面から歌教員のスタンド。あれを放置しておくわけにもいかない。相方が歌教員のスタンドを殴ってくれて屋内のジョルノもなんとかこちらで倒せた。定款、ロハン先生の攻撃音にビビってチップを取りすぎた。早く直してくれ。待て、起きやせん。とりあえずこれでなんとかチップの確保はできた。体力もジョウスケに直してもらって満タンだし、アルティメットで獲得できるシールドと合わせれば結構な余力がある。しかしまだまだロハン先生がいるので安心できない。ヘブンズドアーの飛んでくる位置から本体の場所は特定できたが。やめろ東方ジョウスケやろうわ隣の建物にホルホースがいた上に相方がロハン先生にやられてしまった。あれじゃアルティメットを使う暇もないしあの位置では蘇生もできない。やばいすぐそこにディアボロまでいるぞ。ここはもう一人でどうにかすることを考えるしかない。この奥安様をコケにしやがって。さらにディアボロがディメンションを使ったか。いや待て、しかしエリア外ダメージを食らってる音が複数するぞ。こちらの体力は風前の灯火だが他のプレイヤーだってわからんぞ。となればここで取る手は一つ。どうだジョウスケ、俺たちの勝ちだぜ。ディメンションを使い切り焦ったディアボロが突っ込んできたところを迎撃して勝利。こっちはすでにエリア外ダメージを一発耐える余力もなかったんだけど、必ずしも相手がそこまで把握しているとは限らない。自分の方が体力がないと焦って突っ込んでくる可能性を考慮して構えていたが、幸いにもうまくいった。これも相方が歌教員ジョルノペアからポジションを奪う時に援護してくれた後しっかり回復してくれたおかげ。体力がわずかでも少なかったら決して勝てない勝負だった。相方に感謝。それではご視聴ありがとうございました。